この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。木材産地の PR へ、真庭市の家具製造販売会社が木製のスーパーカーを開発しました。それでは特集ウィークリーアイからです。今回は真庭市の家具製造販売会社が開発した木製自動車の誕生物語です。実はこちらなんです。あ、これですか。本当木でできていますね。でしかもこの辺り曲面でまさしく木製のスーパーカーですね。はい。何人乗りなんです？これは3人乗りで、登録が取れました。はあ、これ公道も走れるんですか？はい、もちろん走れます。木製スーパーカーを開発したのは真庭市にある家具製造販売の佐田建美。全国的な木材の産地真庭市を PR しようと去年12月に開発に着手しました。従業員からアイディアを募り、社内に4人の実行委員会を設置。何度も試作を繰り返しながら5ヶ月かけて完成させました。今までなかったもの、日本であまり発想してなかったものが何かということで、自動車はさすがにないんではないかというところから昨年、急に思いつきまして、どうせならスポーツカーよりもスーパーカーで、作ろうという。全長 2.5 メートル、幅 1.3 メートル、高さ 1.1 メートル、重さは800キロ。後輪駆動の三輪車で3人乗りです。フレームなど一部を除き全てに木材が使われています。ボディは硬くて粘りのあるタモの合板で強度をアップ。内装は後ろの座席に地元産ヒノキの最高級のマサメを選び、床は調湿性や抗菌性に優れ、住宅の内装材にも使われているモミの木で仕上げました。実はクラシック調でなくてスポーツカー、そしてまたこれをさらにスーパーカーにするために、非常にこれ3次元の曲面なんですけど、これに苦労しました。また佐田建美は釘や接着剤を使わず精密な文様を表現する建具の伝統技法組子を用いた作品を手掛ける珍しいメーカーだけに、こうした技術を生かした工夫もデザインに盛り込んでいます。もともと建具からスタートしてまして、建具屋なんですけど、この建具屋の域というかそういうのを見ていただきたいと思いまして、組子のしかも、丸いものの組子、これはまだあまり使われた、私も見たことありませんので、初めての試みとして、非常に苦労しましたけど挑戦してみました。実はこの木製スーパーカー、来月富山県で開かれる全国建具展示会に出品するために開発されました。その走りぶりは一体どのようなものでしょうか。真庭市にある家具製造販売の佐田建美が来月富山県で開催される全国建具展示会に出品するために開発した木製のスーパーカー。展示会までに試乗を繰り返し微調整を行っていくということですが、早速私も乗ってみました。エンジンは 175cc で最高時速は80キロ。もちろんプレートナンバーも取得し、普通免許で高速道路も走行できます。いやー、爽快ですね。風を切って走るのは気持ちいいですね。お世辞にも乗り心地がいいとはちょっと言えませんが、ゴツゴツしております。直線を走るときはハンドルの重さも気になりませんね。高速道路、インターチェンジ入りましたら、中に監視でおられた、おじさんが立ち上がって表に飛んで出られました。で、プレートを見ていただいて確認して、にこやかに手を振っていただいたという一幕がございました。それとあと降りる時に、何で料金を取ったらいいのかいうんで、それもまた一騒動ありました。
木製スーパーカーにかける思いの背景には、佐田建美の経営をめぐる環境変化もあります。これまで佐田建美は公共施設向けの家具製造を中心に展開してきました。しかし公共工事の減少によって売り上げも低迷。このため個人客の獲得にも力を入れようと5年前にギャラリーを開設しました。このギャラリーはドイツ家具の展示販売のほか、地元出身歌手ゆかりの品々の展示コーナー、佐田社長の趣味を生かした提案型のショールームなどを併設していて、ドライブ中に休憩できるスポットとして人気を集めています。全国建具展示会への出品は全国への認知度アップのために3年前から取り組んでいます。木工、建具の技術でどの程度自分たちのレベルがあるのかということを試したくて、全国大会というのが毎年6月に行われるんですけど、それに挑戦をして、今続行中です。建具技術を結集した作品が出品される展示会。佐田建美は材料を有効に活用したアイディア製品部門で一昨年去年と2年連続で最優秀賞に輝いています。一昨年の最優秀作品は4つの収納空間を回転させて部屋の雰囲気を自由に変えられるマワールド。去年は木製のギアやチェーンで動力を伝達するからくり作品マテルドリームで2連覇を達成しました。そして今年はこの木製スーパーカーで3連覇を狙っています。木製スーパーカーは1台390万円で受注生産も行いますが、マニア市の観光 PR に役立てたいといいます。今までに存在しなかったものとして、今後、この地元の、町並みですね、そういった木材の町の、皆さん観光で来られます。でそういった観光の方々のおもてなしの、観光の案内としての足ですね。それからあと結婚式の内外、内外での会場で使う、それからイベントパレード、子どもたちに、木ということで、何か夢が与えれるものであればというふうなことで考えています。従業員のアイディアが形になったユニークなスーパーカー。企業 PR とともに木材の街の活性化に一役買えるか、注目を集めそうです。これは本当にユニークなものが誕生しましたよね。上原さんも本当に気持ちよさそうに走ってましたけれども、操作性という面では実際にはどうなんでしょうか。気持ちよかったんですけれどもね、操作には実際にはですね、オートバイの運転技術が必要なんですね。左ハンドルにクラッチがついておりましてですね、で左足でギアチェンジしていくという、マニュアルのオートバイを運転したことのない人にはちょっと運転難しいかもしれませんね。ただですね、注目度は抜群でして、私走っていますとですね、道行く人やそれから対向車の人ですね、目を丸くして何が来たんだという感じで驚いてましてね。イベントなどで使うとかなり目立つでしょうね。で実際にちゃんとプレートナンバーを取得していまして、もう公道も走れるということなんですけれども、この木製自動車はどういった種別になるんでしょうか。正式には、側車付き軽二輪自動車というんですけれども、分かりやすく言えばオートバイをですね、三輪車やそれからバギー車に改造して、ヘルメットなしでですね、運転できる乗り物があるんですけども、それと同じタイプです。ただ免許は自動二輪ではなくて普通免許が必要、普通免許で運転できるというものなんですね。でこの木製スーパーカーなんですけれども、全国建具、展示会のコンテストに出品するために開発されたものなんだそうですね。佐田建美そのコンテストで2連覇しているんですけれどもね、ただ業界からは、今年は何を出品してくるのということでかなり期待されているということですね。そうなんですね。ちなみに佐田社長、展示会のある富山県まで高速道を走っていくということですね。そうですか。木材の産地どんどん PR していただきたいですね。